皆さんこんにちは、安倍 C です。安倍 C が選ぶミステリー文学の本棚大賞2024ということで、今回は毎年やってきている年間ベスト企画、今年もやっていきます。今回は2024年のベストということで、2024年1月から2025年の年明けぐらいまでに読んだ作品の中から、なるべく新しい作品をセレクトしました。まず最初に2024年の読書の振り返りをして、そして今回も安倍 C が選ぶミステリー文学の本棚大賞2024ということで、チャンネルの賞として国内作品、海外作品それぞれベスト10を発表します。ミステリー小説気になるけどどんな作品読んでいいかわからないという方はぜひ最後までチェックしてみてください。それでは早速紹介していきます。はい、ということでまず最初に2024年の読書について簡単に振り返っていこうと思うんですけど、2つのテーマで振り返っていきたくて、まず1つは2024年の読書量、そして2つ目に2024年の読書のテーマ、この2つで振り返っていきます。まず1つ目の2024年の読書量、2024年の上半期の読書量の合計が103冊（100作品）、下半期の合計が95冊（95作品）ということで、合計198冊（195作品）という感じです。こちらの冊数っていうのが紙の本も電子書籍も、あと一度読んで再読した作品とか、あとはオーディオブック、そしてミステリー小説以外の作品などなども全部合計した冊数です。2024年も国内作品、海外作品それぞれいろいろな作品を読むことができて本当に楽しかったです。続いてはね、2024年の読書テーマです。どんなテーマで読書してたとか、具体的にどんな作品読んでましたかっていうことでお話ししていくと、上半期については2024年上半期ベスト10という動画を投稿していて、その中でも同じテーマでね、上半期は日本推理作家協会賞の講座を読んでてとか、ラノベの本格ミステリー読みましたみたいな、そういった話を詳しくしていますので、ぜひそちらも合わせてチェックしていただけると嬉しいです。こちらの動画では2024年の下半期の読書についてお伝えしていきます。2024年の読書のテーマは、これはもう一年中もう一貫していてこうだったなっていうものが一つあって、積読作品を中心に読んでいくというテーマでした。ということで2024年の下半期もね、この後ろの本棚の中に並んでいる積読作品を中心に読んでいったんですけど、夏といえばやっぱりね、文庫フェア、門井さんフェアのデスカトリポカから始まり、夏市のね、真夜中のマリオネット、そして新潮文庫の100冊からは不思議の国のアリス、文庫フェアの作品をまず読んでいました。積読作品やっぱり読んでいくことになるんですけど、積読作品ってもう数ヶ月間の積読とかは結構当たり前という感じになってて、半年前とか1年前に買ったよみたいな作品もあったりするんですけど、夏は結構そういったずっと積読していた作品とかもね、読んでいて、国内作品だと桑垣あゆさんレモンと殺人鬼、結城俊さんご褒美にはボンボンショコラ、こちらの作品を読みました。海外作品だと超国立チャーハン狙撃手、こちらね、ロケ撮影でね、ミステリー小説を買いに行こうって言って日本橋の製品書店さんに買いに行ったんですけど、そこで購入していた作品で、ようやく夏になって読んだ作品で、あとはね、同じくハーパーブックスの夏の新刊作品ということで、ベンジャミン・スティーブンソン、僕の家族はみんな誰かを殺してる、そしてフランスミステリーのあんたを殺したかった、リズ・ニュージェント、サリー・ダイヤモンドの数奇な人生、ハーパーブックスの夏観光作品もね、ドドドッと読みました。読書の秋のシーズンには上半期に読み逃していた作品とか、夏の新刊観光ラッシュみたいな、そういった時期に刊行されていた作品を読み進めていました。今村雅弘さん、明智京介の奔走、南あそぶさん、英語館超連続殺人事件、こちら上半期からずっと気になっていた国内作品で、海外作品だとマーティン・エドワーズ、モルグ館の客人、クリスティン・ペリン、白バラ殺人事件、こちらはね、夏に刊行されていた作品で、読書の秋シーズンにはね、こういった作品を読みました。クリスマスシーズンから年末あたりは海外作品の単行本の作品をいろいろ読んでいて、ガリス・ルービン、ターングラス、鏡写しの殺人、こちらの作品だったり、クリス・ビタカー、終わりなき夜に少女は、この2冊を読んでいて、こちらがクリスマスシーズンに読んでいた作品で、年末からね、年明けにこうまたいで読んでいた作品がこちらですね。こちらの作品が2024年最後の1冊でした。あとはシリーズ作品もね、いろいろ読んでいて、国内作品だと中山七里さんのシリーズ作品とか、青崎優吾さんのシリーズ作品とか、あと海外作品だとアガサ・クリスティのミス・マープルシリーズを読みました。あとは2024年下半期にご継続いただいた作品ですね。2024年の下半期にも本当にたくさんの作品をご継続いただいて、こちらの作品も読了しました。本当にありがとうございます。はい、というわけでここ
からは2024年国内作品、海外作品それぞれのベスト10を発表していきます。今回はランキングではなくて、それぞれベスト10の発表です。国内作品、海外作品それぞれのタイトルを読んだ順番に発表していきます。今回のベスト作品を選んだ基準についても簡単にお伝えしていくと、2023年から2024年の間に新刊刊行された作品の中から選んでいます。2024年の間に読んだ作品なので、2023年刊行の作品とかもね、あるんですけど、そんな感じでね、選んでいって、それで今回は内容紹介ではないので、本当に例年以上にさらっとめな感じになってしまうんですけど、作品のタイトルとその作品を選んだ理由をメインにドドドッと紹介していきます。2024年上半期ベスト10の中で紹介している作品や、これまでのルーティン Vlog で読んでいた作品などなど、読んでいる様子とか読み終わった感想など紹介している動画もありますので、詳しい感想を知りたいですという方はぜひそちらの動画も合わせてチェックしてみてください。それではまず海外作品のベストから発表していきます。それではどうぞ。はい、ということでここからは海外ミステリーのベスト10を紹介していきます。ミステリー文学の本棚大賞海外ミステリーベスト10、1冊目の作品は S.A. コスビーすべての罪が血を流すです。このミス1位の著者の最新作で、2024年の翻訳作品の中でも特に注目の一冊でした。感情の揺さぶられ具合も本当にすごくて、個人的な2024年犯罪小説部門第1位といった作品で選びました。今まで読んできた S.A. コスビー作品の中でも本作がベストでした。続いて2冊目の作品はジリアン・マカリスター著ロングプレイスロングタイムです。眠るたびに時間が遡っていく、今までに出会っていなかった新しいタイプのタイムリープミステリーが読めたということで選びました。犯罪小説で家族の物語でタイムリープの SF な設定もあって、本当に物語構成が面白すぎるミステリーでした。続いて3冊目の作品はベンジャミン・スティーブンソン僕の家族はみんな誰かを殺してるです。ページを開いた瞬間のワクワク感が本当にすごかった一冊でした。もうそのワクワク感今でも覚えてるぐらいすごくて、雪山が舞台でクローズドサークルで犯人当て伏線が満載のミステリー、物語冒頭のノックスの実会にもね本当に驚いて、意外すぎる真相まで一気読みだった作品でした。海外古典とか本格ミステリー好きの方にはぜひ推したい作品です。続いて4冊目の作品は平原直美さんクラーク&ディビジョンです。第二次世界大戦中に日系人たちが強制収容されていたという事実をこの作品を読むまで全く知りませんでした。そういう意味で2024年に読んだ海外ミステリーの中でも特に読めてよかったと思った歴史ミステリーでした。たくさんの方に届いてほしい大賞ということで選びました。続いて5冊目の作品はリズ・ニュージェント著サリー・ダイヤモンドの数奇な人生です。この作品の主人公のキャラクターが本当にすごくて、この作品のことを思い出す時になんか一番最初に思い出されるのは主人公のキャラクターっていうぐらい、もう2024年の全部読んできた作品を全部振り返ってもすごくね印象に残ってるキャラクターで、物語冒頭のインパクトの強いエピソードから一気に引き込まれて、主人公サリーの人生から目を離すことができずに没頭して一気読みした一冊でした。カテゴライザー難しすぎるんですけど、もうその必要なんてないって思えるぐらい年間ベスト級に面白かった作品でした。続いて6冊目の作品はイライザ・クラーク著ブレグジットの日に少女は死んだです。最近注目の犯罪実話がテーマのミステリー。まずねそういったテーマがすごく刺さって、あとね作中作構造だったのもすごく嬉しくて、やっぱりね一番すごいなって思ったのが、読み終えた時に今まで読んでいたこの小説って、小説だからフィクションなんですけど、ノンフィクションだったっけってそう思ってしまう読み心地が本当にすごくて、こちらのベストに選びました。作中作なのでこの物語がなんか二重構造みたいな感じになってるんですけど、考えれば考えるほどその物語構造がすごい面白いし、この作品を丸ごとゼロから創作した著者が本当にすごいと思いました。続いて7冊目の作品はマーティン・エドワーズ著モルグ館の客人です。レイチェル・サバナクシリーズ第2弾の本格謎解きミステリー。物語の冒頭がエピローグになっていたり、なんか読み始めからね謎みたいな展開で、前作の処刑台広場の女を読んだ時みたいに本当にねミステリアスな読み心地で、それもね本当に良かったんですけど、特にね個人的に刺さったのが作中の舞台となっている1930年代の本格ミステリー黄金時代の雰囲気が本
当によく伝わってきて、その物語とかストーリーのその読み心地に加えて、その雰囲気がねすごく刺さったので、そういったのをトータルで今回選びました。続いて8つ目の作品はアンソニー・ホロビッツ著死はすぐそばにです。ホーンソーン&ホロビッツシリーズ第5弾。2024年上半期のベストでもホロビッツ作品、このシリーズ作品の第4弾の作品をね選んでいるんですけど、それで今回の作品をベストに選んでしまうっていう、もう本当に大好きなシリーズ作品で、もう毎年刊行されて今年も読めてよかったな、安定の面白さだなって思ったのがすごい理由ではあるんですけど、こちらの作品物語構造がすごく面白くて、あれ今まで読んできた物語の雰囲気と違くない？ってなったのが、そんな感じでねめちゃくちゃ驚いたのを覚えてて、あとこういったシリーズ作品あるあるかもしれないんですけど、このシリーズにもねシリーズを通して描かれる謎みたいなものがあって、主要登場キャラの格好ですね、詳しくはねお伝えできないんですけど、この観点めちゃくちゃ重要な観なのではないかって読み終わった後にね思って、シリーズ作品の中でも特に印象に残った一冊ということで今回選びました。続いて9冊目の作品はガレス・ルービン著ターングラスです。表からでも裏からでもどちらからでもね好きな順番に読むことができて、それぞれの物語がそれぞれの物語の鍵となっているという、この本の仕掛けがすごい対象ということで選びました。今年読んだ作品の中ではもちろんだったんですけど、今まで読んできた海外ミステリーの作品も全部思い返してみても、このタイプの作品ってなかったんじゃないかなって思って、こういったね表からでも裏からでも反転させながら読むことができる作品の、そういった形式のことをテートベーシュ形式っていうらしいんですけど、そういった形式のミステリーを読んだのも初めてだったし、上下をね反転させながらこう読み進めるっていうのも本当に面白くて、もっともっとこういった仕掛けの作品読みたいという期待も込めてこちらの作品選びました。続いてラスト10冊目の作品はクリス・ウィタカー終わりなき夜に少女はです。こちらの作品はね今までね紹介してきた10作品の中でもう人間ドラマが圧倒的だった一冊ということで選びました。もうバリバリの本格作品とかミステリー的な謎が描かれる作品もすごく好きなんですけど、人間ドラマがすごく深く丁寧に描かれる作品も本当に好きで、少女失踪の謎を追いかけつつ、この登場人物の境遇とか心情がとても丁寧に描かれていて、とにかくねドラマが圧倒的で引き込まれました。ものすごいね駆け足でドドドッと紹介してきましたが、こちらの10作品が2024年海外ミステリーベスト10でした。はい、ここからは国内作品のベスト10を紹介していきます。ミステリー文学の本棚大賞2024。まず1冊目の作品は伊吹亞門さん帝国用心伝です。全5編からなる歴史本格ミステリー連作短編集。もう歴史ミステリーで本格ミステリーっていうだけでも嬉しいのに、すごくねポイントになったのはこの帯にも紹介されている名探偵は誰っていうその仕掛けが本当に面白かったです。切なさ漂う読み心地も本当に好みでしたということで選びました。続いて2冊目の作品は青崎優吾さん地雷グリコです。こちらの作品は騙し合い満載の頭脳戦が本当に最高すぎました。頭脳戦がね描かれるミステリー作品とかすごく好きで、あとはねいろんな賞を受賞していたり、年末ミステリーランキングでも1位みたいな、2024年を通して本当に話題になっていた一冊。地雷グリコの快進撃がめちゃくちゃすごかったっていうのもね本当に印象に残ってる一冊で、こちらの作品選びました。続いて3冊目の作品は森見富彦さんシャーロック・ホームズの凱旋です。物語の舞台はビクトリア朝京都。ホームズがまさかの大スランプに陥っていたり、ユーモアに加えて奇想天外さが飛び抜けていた作品で、森見富彦さんがシャーロック・ホームズ作品っていうだけでね、それだけでもすごく気になって手に取った一冊だったんですけど、やっぱりねホームズのスランプ、ここが個人的にめちゃくちゃ刺さったポイントでした。2024年にねこういったホームズ作品に出会えてもうめちゃくちゃ嬉しかったということで選びました。続いて4冊目の作品は荻戸明さんナイトランドです。第77回日本推理作家協会賞受賞作で、戦後沖縄が舞台の SF 歴史犯罪小説。物語の重厚さとか、密度みたいなものが本当にすごくて、あとは物語のスケールの大きさにも本当に圧倒されました。何より世界観がすごくかっこよかったです。歴史小説的っていうのもあるんですけど、やっぱり今回国内作品ベストで選んだ中でもかなり熱かった作品で、もうその熱さがね飛び抜けていて、本当に心揺さぶられる読書が印象に残っていて、こちらの作品選びました。続いて5冊目の作品は正木俊香さん
あなたが殺したのは誰です。三谷田所刑事シリーズ第3弾、物語構成もあとタイトルも毎回楽しみにしているシリーズ作品で、今回の作品もこの三谷と田所の掛け合い含めてもう全部面白かった一冊でした。今一番おすすめしたい警察ミステリーシリーズということで、こちらの作品選びました。続いて6冊目の作品は今村雅弘さん、明智京介の奔走です。こちらの作品も大好きなシリーズ作品のスピンオフ作品ということで、日常の謎がテーマになっている連作短編集なので、これまでのシリーズ作品とは雰囲気がね結構違っていたんですけど、とにかくこの明智さんの物語が読めて本当に嬉しかったです。もう大好きなシリーズ作品の世界がぐっと広がった気がして、それもね本当に嬉しくて、推しのシリーズ枠、そしてこれからのシリーズ作品の展開にもすごくワクワクしました。いや、これからもすごく楽しみという一冊ということで選びました。続いて7冊目の作品は長江俊和さん、時空に捨てられた女、乱歩と生死の幻影期間です。あの江戸川乱歩と横溝正史が作中に登場。現実に師弟関係にあったこの2人が不可能犯罪に挑むという作品で、それぞれこの2人の作家の作品とかエピソードとかがもうどんどん描かれていて、そういったタイプの作品本当に好きなので、もう読んでいてもうめちゃくちゃ楽しかった作品でした。古本が好きだったりもするので、こういったね古い時代のミステリー作品が作中に登場したり、探偵小説の巨匠みたいな文豪みたいな人物が出てくる作品めちゃくちゃ好きなので、江戸川乱歩枠、横溝正史枠みたいな感じで選びました。続いて8冊目の作品は塩谷健さん、伯爵と3つの棺です。フランス革命直後のヨーロッパが舞台の歴史ミステリー、その時代背景、舞台で展開される犯人宛てのザ本格ミステリーっていうのが本当に面白かったです。2024年はもう1年通して歴史ミステリーが本当にすごかったなって思っていた年で、こちらの作品を読んでもうそれがね確信に変わったっていう一冊で、もうラストまでね本当に面白かった作品でした。この歴史ミステリーがすごいということで、こちらの作品選びました。続いて9冊目の作品は南あそぶさん、英語館超連続殺人事件、魔女は X と死ぬことにしたです。館が舞台でクローズドサークルで密室連続殺人、そしてタイムループっていう特殊設定本格ミステリーという一冊で、もうワクワクしかありませんでした。2024年ずっと注目していた正解者フィクションズの作品が読めて嬉しかったっていうのもあったし、あとこちらの作品ね、旅動画 Vlog を撮影していた時に旅先でね読んでいたっていう、そういった思い出深い作品でもあって、こちらの作品選びました。やっぱりね特殊設定で、しかもねもう本格ミステリーっていうのがもう本当に良かったです。続いてラスト10冊目の作品は長島由美さん、檜垣沢家の炎上です。ささめ駅華麗なる一族殺人事件という一冊で、そうやってね帯でも紹介されてる一冊で、大正時代がね舞台となっている作品なんですけど、こちらの作品は2024年を通してもう圧倒的に面白かった一冊でした。ここではねあまり語らないんですけど、もう主人公もね本当にいい主人公で、もう何も言わずに手に取ってほしい枠として今回ベスト作品に選びました。大河ドラマみたいな作品とか、あと歴史時代ミステリーが好きですっていう方にはもちろんおすすめなんですけど、極端な話をしてしまうとそういったことも関係なくて、いつもこのチャンネルを見てくださってる方も全員にぜひ読んでほしい一冊ということで選びました。今回紹介した2024年国内編ベスト10はこちらの10作品でした。単行本多めという感じなんですけど、こんな感じの10作品になっていて、あとね今回選んだ10作品の他にも、ただねベスト10としては紹介しなかったというだけで、こちらの作品もめちゃくちゃ面白かったですっていうのがね今ここに掲載しておこうと思います。もう本当にこちらの作品も面白かったので、気になる作品手に取っていただけると嬉しいです。海外作品の方でもねこちら掲載してました。ぜひチェックしてみてください。はい、最後にもう一つだけ、今回紹介した国内作品と海外作品のベスト10、もう中にはね激推しですっていう紹介をした作品もあったんですけど、もう何も考えずに完全に自分の好みでただただ読んで面白かった作品、心に響いた作品、そしてもっとたくさんの方に届いてほしいと思って選んだ作品です。どれも面白くておすすめですので、気になる作品からぜひ手に取ってみてください。
はい、ということで今回はミステリー文学の本棚大賞2024ということで、国内作品と海外作品それぞれベスト10の作品を発表してみました。ちょっとね、時期としては遅くなってしまったかもなんですけど、今年もね、無事にベスト動画投稿できて、いや本当に良かったです。ということで2025年はね、どんな読書をしていきたいですかっていうことも合わせて簡単にお伝えしていくと、今回ね、2024年ベスト20っていう形でベストの作品を発表させていただいたんですけど、2024年に刊行されていて、まだね、積んどくされている作品たくさんあります。今ね、後ろの本棚からパパパってね、目についた作品を取り出してみたんですけど、国内作品とね、海外作品まだまだたくさんあって、こういった作品をね、やっぱり2025年の上半期かけて読んでいきたいなって思っているのと、あと2025年上半期の新刊として刊行された作品もやっぱり読んでいきたくて、読みたいなって思う作品は本当にたくさんあるんですけど、その中でも特に2025年は海外ミステリー作品をたくさん読んでいけたらなと思っています。今回は年に一度のその年間ベストの発表動画だったので、皆さんの2024年ベスト作品もぜひコメントに書いて教えてください。今回の2024年ベスト企画面白かったよと思っていただけた方は、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。普段の動画では3日間ルーティーンみたいな感じで Vlog 動画をね、たくさん投稿しておりますので、ぜひそちらの動画もチェックしてみてください。今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。